こう目で見て入れるんじゃなくて、この橋を渡って入れるんです。ここで寸慶をここ打ち込むんです。今日の黒帯ワールドは中国武術の宮平保先生。久しぶりに沖縄の道場でお会いできました。今回のテーマは左剣。一体どんな技術があるのでしょう。こちらは下からこの片指を引っ張ってきた時にこうですね。これ両印象と言いまして、こうですね。こう細く入る。首、まずは左剣の灯籠をご覧ください。どんな秘密があるのか、宮平先生にじっくり教えてもらいましょう。宮平先生、はい、今若者がやってくださった、見せてくださった武術は何という武術ですか？これは左剣という武術ですね。左剣、検査の左という字ですけど、左剣という、それの型なんですね。そうですね。その型の今やったのは半分ですね。半分。これは伝統的な長剣の一種で、中国では比較よく知られている伝統的な長剣の一つの派です。一派ですね。なるほど。今やられたのはそのいわゆる競技的な、武術の型なのか、宮平先生の道場のいわゆる伝統的な武術の型なのか。そうですね。これは古伝、昔から伝わる伝統的な左剣ですね。いわゆるこの長剣という文字は現代の表現の競技としてのイメージがあるんですが、この元となったのがこの伝統の長剣で、花剣であったり少林剣であったり、この左剣であったり、こういった伝統的な長剣の元に作った、それをなんていうんですかね、アクロバティックというか、そういうのがやったのが現代の長剣ですので、長剣という言葉自体がね、少しイメージが、現代の表現のイメージがあるんですけど、これは古くからある伝統的な武術になります。じゃあ先生、ちょっと彼の紹介をしていただけますか？彼は小平春樹君と言いまして、道場では練習歴はどれぐらいですかね？約10年ぐらいになりますね。今のこの左剣の型の中の見どころというか用法というか、そのあたりのことをちょっと分かりやすく。分かりました。そうですね。ご存知だと思うんですけど、この型というのは決して、技の用法だけで構成されているわけではなくて、この身体操作とかいろんなものをレベルを上げるためにも作られているので、当然実用方法っていうのは詰まった上でなんですけどね。じゃあ先ほどの型で言いますと、ちょっとイメージに残るのが、じゃあちょっとこれやってもらおうか。こっちから、で足上げる、引く、打つと、で握って蹴り、そして戻ると、この動きですね。これ先ほどで、ちょっとイメージ印象に残る動きなんですけど、足上げて手がこう来てますね。こうではなくて、これは用法としてはちょっと突きお願いします。ついてきてここで、これが小手がこうではなくて、これ両印象と言いまして、こうですね。こう細く入る。これですね。受け流し、こうですね。しっかり入る。これよりもこれの方が確実に入るんです。で打つ。ここから上がってきました。で打ってますね。でここでここで当たれば終わりですけど、受けられない。でこれこう描いてこう受けなかったんですね。で、ここだと相手まだ
この触覚というか長径が使えますので、はい、ここまで来たら相手はもう入ってしまいます。おお、はい、もう一度やりますね。でこの部分ですね、でここですね、でこれ、でここで入っていく。で中国武術では、特に中国の南拳とかそうですけど、腕のことをこう橋、この渡る橋ですね、橋というふうにこう表現しまして、僕はこの概念は便利だなということで、この橋を伝っていけば自然に目的地に、到達するというふうにして、例えばこういきますね。で橋を渡ってこれ相手の急所に入るんです。橋渡ってるこう目で見て入れるんじゃなくて、この橋を渡って入れるんです。少し、はい、橋を利用してここ、はい、いろんな急所あるんですね。ここで崩しが入る。でここでちょっとこの腕を利用するんですね。でまだ力を使い切ってない、ここで寸頸をここ打ち込むんです。ほぼくっついた状態ですよ。ここから寸頸を打ち込む、肩でやりますと打つ、受け流す、で橋を渡って当てます。これでもいいんですけど、当てます。そしてまだ力がまだ少し余分がありますね。最後ここで寸頸を打ち込むという形になりますね。さっきやったようにこう来た、でこう来て打った、で最後蹴ってたと思いますね。はい、蹴ってますね。蹴りになります。当てた、よいしょ。で受け流し、橋を渡って急所に入れます。でここで寸頸を打ち込みます。そして蹴りなんですけど、近ければ膝になりますね。急所ですよ。でこの蹴りの周りが欲しいときは少し崩しが入れていますね。ここだと膝、少しこう蹴りの前に来てほしい場合はここで金的に入れますね。こちらが蹴りたい位置に相手に移動させるということになります。さっきのはこれだけの小さいこの動作の中にこういった理が入ってるということですね。こういうさまざまな動きが入ってるっていうのは知ってたんですね。習うときに、形だけではなくて、どう使うかっていうのも、両方両輪というか、で教わりながら習うという感じですね。宮平先生、でもあれですよね、型だけ見てると、ちょっと地味って言ったら変ですけれども、そんなに大きな動きでもないし、シンプルかななんて思ったのが、ああやって解説していただくと、なるほど、そういうですね、実用すると当然、そうなんですね。最初の印象的な動き一つですね。なるほど。あとなんかありますか、今の動きとか。なんだろうね、なんかちょっと面白い動きが一箇所あったような気がしたんだけど、何だったかな。なんかちょっとグイーンって回ったような、なんか。このテーマスの。そうかな。それなんか面白いなと思ったんですけど。そう。じゃあ、当てて。でこういう左拳という拳法、中国武術自体がそうなんですけど、やはり1対1、あるいは都市対都市、素手対素手ということですね、というふうにイメージするとちょっと分かりにくいのもあるんですよね。これは例えば刀そのまま応用できるんですけど、せっかくですからちょっとやってみましょう。棒1本、じゃあちょっとスローでやってもらえますか。ちょっとスローでやってもらえますか。巻いてきて打ち下ろす、でその反対側にこう切る。この動きですね。でこれ武器でやると分かりやすいんですが、ちょっといきなり武器が登場しますが、これでこう持ってつく。棒でもこれ槍でも想定でいいんですけど、ちょっとゆっくりやるでしょうね、危ないので。これでゆっくりやるでしょうね。これに対して、いわゆるこの動きですね。この動き。そして相手が首、でここから切り上げる。この動きですね。なるほど。反対側からやってみましょう。こういうふうに切ります。足運んでこう
おおこういきますね。はい。で、首、なんとか逃げたと。そうすると、こっちから、こう。はいはい。まあ、例えば、でも棒を奪いたいと。はい。そうすると、棒にそれは、手は多分離れますね。はい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 。嫌だと。はい。まあ、いろんな技がありますよね。で、これを、突きでやると、まあ、当然こういうふうな打ち方には、なんとも四角からこう入ると。打ち上げですね。打ち上げですね。はい。まあ、近い距離になると、当然これが打ち上げですね。はい。打ち上げ。はい。じゃあ受けて。はい。今度これが投げになるんですね。はい。後ろから来る。はい。で、この動きですね。はい。まあ、いろいろ変化すればいいと思います。はい。はい。あと、非常に細かいですけど、まあ、先にやったように、こう打つ。で、体が移動する。非常に地味なんですけど、頭がこう来てるんですね。頭というのは、はい、こう、なんでしょう。じゃあ、受けてね。はい。引っ張ってきたときに、こうですね。あ、そういうことはい、それもあります。相手が来るときに、上から来ますんで、こちらは下から、この硬い部分を当ててますね。はい。引きながら。という、闘牛という。実はこの技って思い出がありまして、僕中国に行った時に初めて技術交流をさせていただいて、まあ某門派ですけど、流派ですけど、ちょうどその時酒に打ち込んでた時で、相手とやっぱりこう組んだ状態になってしまう。はい、組んだ状態になってしまう。この形になった時に、やはり体が酒ばっかり練習やってたもんですから、ちょうどこれが出たんですね。自然に出ちゃった。はい、自然に出て、で、うまい具合に相手どんどん行ってくれたんですけど、僕の理想はやはりここで鼻を行きたかったんですけどね。相手の鼻をここで行きたかったんですが、やっぱりまだうまくないので、相手の多分感触としては頬骨だと思うんですけど、こめかみではないんですけど、この辺りに当たってしまって、相手も倒れたんですけど、こっちも痛いなっていう思い出もありますね。これ使わないでもいいんですけど、はい。痛みは覚えてる。痛みは覚えてる。相手は倒れたんですけど、ただ面白いのは、それ一回失敗すると、もう外さなくなりますね。そうなんですか。力は。思い出の技であります。そういうのが型の中に入ってるんですね。入ってますよ。知ってました？説明は。そうなんですね。まあ非常に地味で、普通見逃しがちなんですけどね。ですね。なんかそれってある意味かっこつけてんのかなみたいな、かっこよく見えるからこうやってんのかなみたいなような。ではないですよね。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。